スピーカーのスペック、オーディオインターフェースはレノンさんのね一番安い機種とかでも全然始められ512ますよね。こっからだいぶ幸せですよね。上に置いてみるっていうのがね、もうミックスしやすくて楽ちんさせてもらってますけど、ね、ミキサーにはなりたいとは本当思わないんです。思わないですか？俺は思わない。ホセンさんと劇版やりたいなっていうのはちょっと僕の一個で、ね、いやいやないですよ。じゃあ、コセンさんの自宅のジェネックって話あったけど、7.1 点のシステムを詳しくもうちょっとオーディオインターフェースとかも踏まえてちょっと聞いてみようかな、はい、まずはねちょっとアトモスを組んでる作曲家ってそうそう日本にいないと思うので、はい、スピーカーのスペックじゃあ LCR はねあれです。まあそんな自慢できるスペックじゃないですけども、8330かな。30シリーズですね。30シリーズですね。83の3がつくとそのサムが使えるバージョンなんですよ、はい、8030だと DSP が入ってない。そう8330が LCR で、サイドとリアはサイドとリアと上は全部8320です。8320、1個小さくなるやつですね。一番でかいのが8350がある。50か。5350はめっちゃでかいと思いますよ。40、30、20ってで一応下に10っていうのがあるから、10はDSP 入ってないんで。そうですね。30か31、31もいいですよね。真ん中に目ん玉同軸のね、8320か30かとかは一応ジェネックさんからデモしたんですよ。お借りして、51のシステムで一回お借りして、どっちがいいかなとかっていろいろ検証したんですけど、部屋のね広さとか、本当普通のうちは自宅なんで家の部屋なんで、30全然十分だなっていう感じです。ジェネックのちょうどそこにあったんですけど、これがね、これがすごいいろいろ詳しく書いてあって、距離とか広さに合わせてこれぐらいあればいいですよとか、なんかフラッターエコーのこととか、拡散材のこととか吸音処理が書いてあるんですけど、これなんかスピーカー買ったら僕もついてきたような気がする。でそれでサブウーファーは7350 73一番ちっちゃいやつ。そう50じゃないですかね。多分50です。その上もう7370になってる。70になっちゃうんですよ。7360か60あるけど、50ですね。50です。僕も実は最初こっちの部屋作った後に向こうがサブルームでうちの初代のアシスタントが使わせた時は8020を買い漁りましたね。8020ね。うわ 9.1.4 まで組みましたね、向こうで。後ろリアとかハイトだったら全然20でもね、このぐらいの部屋でも多分全然20でも20でもいけますね。全然いけるんじゃないですか。いける。でもそうね。でもやっぱりその平面ってですか、このは全部30にしたいかなと思っちゃうかも。でも301個買えば20上に持っていきゃいいでしょ。そうですね。2ペア買えば。そうですね。そうですね。もう今値段上がっちゃったから。でも一時期じゃ一瞬中古探してましたもんね。中古出ましたよって連絡してね。そんなことやってた気がしますけど。でじゃあステレオ用のスピーカーはもうないんですか？ステレオの用としては言ってないです。もうジェネックとしてそのまま使ってて、GLM で切り替えられるじゃないですか。ピピって。あれじゃあジェネックのなんかモニターセクション出たでしょ？そう出ました。あれいいかもしれないですね。だといいかも、なんかできるかもしれないですね。あれいいかもしれない。あれ確かね、俺インタビューで視聴したんですけど、あれね、なんだっけ、バイノーラルって確か聞けるんですよ。聞ける。あれすごいなと思って。確かそれなんかインタビューで確か押してたな。そうですね。あれバイノーラル聞けるんですよ。じゃあそれ僕調べてこう。ただそのモニターコントローラーとしての性能はちょっと分かんないですけど、ちゃんと確認したわけじゃないから。あれも916とかいけるのかなとあんま言うとちょっとジェネックジャパンさんたちにいやジェネックジャパンさんはもう感謝しかないですよ僕。僕も最近お世話になってて、ジェネックジャパンなんでかっていうとPOE スピーカーっていうのが同じシリーズであるんですよ。この83じゃない4430シリーズ44シリーズっていうのかな、ここに載ってないんですけど、それで同じくこの間僕は4410と4420を注文して、ちょっとこれも展示とかで今後使うから、割り勘でね、知り合いと割り勘でもともと83404440はないか4430かなを持ってて、POE の。
でダンテで入るんで、それをだから僕の畳リバーブあるじゃないですか、実家であれ、それでスイープ音鳴らして電源取るのめんどくさいじゃないですか、実家で電源そんなコンセントないし、だから POE で引っ張ってダンテで流して、で最初は4006持ってって2本だけ、でこの間はボヤージュで撮って、それボヤージュもダンテだから、でオーディオインターフェースも、ダンテにするか、当時はノイマンの向こうのその AES67 をダンテ変換して互換性ダンテの方で有効にして、で AES からダンテで出して、そうすると4発芝居なんですけど、4発でスイープ出して撮ったのがあれなんですよ。POE スピーカー本当便利。POE スピーカーは素晴らしいと思いますよ。その最初空間オーディオをちょっとスピーカー全部集めてやりたいんですよね、それこそその劇版とかミックスしてもらってずっとお世話になってるその ABEX の森本さん、森本さんにそういう話をした時に、これからもしか買うんだったら、POE スピーカーじゃないけどそれデジタルでやるスピーカーで本当は組めたらいいよねって言ってました。さすがだと。早いな。それだって2021年とか20年ぐらいで言ってましたから、その当時に買うコンセントが揃える時に話をした時に、すごいな、ラウンドでっつってたら、これから多分デジタルだからそういうのがあるんだったら検討した方がいいよって言ってた。さすがすっごい機材詳しいから。さすが。いやその時まだその発想の中で、うちもフルデジタルでAES で AES EBU でやってるけど、確かにデジタルっていうのはあるけど、当時 POE のスピーカーがあることも知ってるっていうのもすごいし、JNEC ユーザーですからね、森本さんもね、昔から。そうすごいな。それで今その当時チューニングできたかとかは分かんないですけどね。ただデジタルでやっぱつながるっていうのはすごいと思いますよ。ね、すごいですよね、技術的には。確かに。なんだっけな。それでそういうのを買って、でもそのネタとしては、POE 対応のハブが高い。言ってましたね。そのワット数を結構スピーカーだからやっぱ食うから、マイク1個鳴らすのじゃなくて、やっぱそれで結局なんかそっちでなんか全部目指せ 9.4.6 なんだけど、全部やろうとするとなんかハブが50万超えてくるっていうちょっと現実的だね。でも1個で全部賄うよりいろいろ2個あって半分半分した方が取り回しも楽かなって。ランケーブルも意外とねいっぱい買ってると大変なことになるし。ランケーブルってちなみにこれがおすすめとかあるんですか？でもダンテだとやっぱある程度決まりがあって、うちのやつも結構ぶっとい赤いの刺さってるでしょ。今ここ黒だけど結構ぶっといのやって、でもこれ自分で作れるんで、僕は作ってないけどお願いして、カテ6まではいいまでは作れるんで、カテ7はまだ無理ですけど、それでやっといた方が将来だってダンテも今1ギガですけど、10ギガになってくると多分結局ケーブル全部買い替えってなるんだったら、もう10ギガ対応のものにやっといた方がいいんじゃないかなって思いますね。オーディオインターフェースは？オーディオインターフェースはあれです。フォーカスライトの赤いレッド16。レッド16。あれも今60万ぐらいしますよね。あれ昔30万ぐらいだったら30何万ぐらいで、あともうその714まで組めるんですよ。やばい。そうだからやばいんですよ。あれ716行くんだったらそうね、716行くんだったらあれかな。バージョンアップしてないのか。そうですね。上をだから足さなきゃいけないんじゃないかな。いやっていうかオーディオインターフェース買い替え。オーディオインターフェース買い替えかもしれない。そうか。買い替えかデジタルかなんかでやるか。R1 はついてるんですか？ R1 ついてないです。R1 欲しいなと思うんですけど。R1 ねそんなに使わないかなと思う。R1 ヤフオクずっと出てますよ今。ヤフオクだったかな、宮地の中古だったかな、ずっとありますよ。本当ですか？誰も売れない。あれレッドシリーズのその16か8プリかしか使えないから。あれね確かにロックオンかなんかにフォーカスライト買うときに相談したときに、これもあった方が絶対いいですよって言われました。空間オーディオやるのあった方がいいですよ。あんま売れないから結構セールで出るんですよ。そうなんだ。じゃあそのセール狙って。僕はそれで単純に僕レッドネットシリーズマイクプリとか大好きだからいっぱい持ってて、そこの16アウトのその A16R だったかな、そういうのがあるからそことつなげれると思い込んでたダンテで。そしたらつなげれませんって、あれレッドシリーズのレッドラインシリーズのあれ専用ですって言われて、じゃあダメだってなって、
そっか。そうか、7.1.4 って、7.1.4 って何個アウト ?12 個アウトが必要。12。じゃあまだあと4個。そう。空いてるから、いけるんだ。そのアップグレードされてたらもしかしたら、いけるんじゃないですか。716とか914に914までいけるんじゃないですか。解放されてればいいよなって解放されてません？いや、僕知らない。気になったんで後で調べよう。解放されてるかもしれないです。なら俺その余ってる4個のアウト別のことに使ってるかも。まあそうですよね。でも実際そこにだってヘッドホンは違うか。ステレオの兄ちゃんが来たりとか。中でなんかルーティン組めて。変えますよね。それちょっとじゃあ小仙さんがすんなり716にできるのか確かにオーディオインターフェースごと買い替えになるのかはちょっといずれ続報あれかな、強いて言うならアンプデロンのアンプが、716にいけないかもしれないですね。714はいけるけど今アンプなんですけど、アンプね4500の800じゃないか。いや4800かな。800かも。800だと思うんですけど、プリアウトは914は出るかもしれないです。じゃあ出るですね。716が出たかはちょっとうる覚え。うちのはこっちのある、うちのやつは914は716が出て、プリアウトはね意外とね出る可能性はあります。プリアウトしか使ってないから、僕らねプリアウトしか使う。でもこの間その話で北陸オーディオショー小瀬さんもね富山来てもらったことあるんですけど、砺波のイベント来てくれたことあるんですけど、北陸オーディオショーにこの間出展した時に、ちょうど僕らの裏で、マランツとデノンの聴き比べがあったんですよ。興味深い。めっちゃ興味深いですよね。興味深い。で当時僕がこれ買った時って、1世代前だからマランツとデノンの聴き比べなんとなくしてで結果僕はデノンの音楽的な部分に惚れて買ったんですけど、で僕らってそのプリアウトしか使わないから、そのパワーアンプの音ってまた別じゃないですか。確かに。でマランツのやっぱパワーアンプのでデジタルの基盤一緒なんですよ。メーカー親会社一緒なんでデジタルの基盤一緒でその後チューニングが違うんですよ。全然違って、しかもスピーカーアウトの音初めて聞いたから、やっぱデノンの方がなんか音楽的というか深みがあって、マランツは逆に解像度がすごいあって、なんかバックグラウンドノイズとかめっちゃ聞こえるんですよ。なるほどね。そう弾いてるさーとか。でも音楽鳴り出すとデノンのちょっと重心が低い感じがすごい良くて、うわこれでもそれも興味深い。最後一番上のラインナップじゃなくて1個下の A 点ともう1個だから50、今だと70万円クラスぐらいのやつなんですけど、それで俺も長谷川さんももう降ってきた音楽のやつ、これだけは行くっつって俺ブースほっぽり投げてここだけはよろしくっつって言って聞いたんですけど、だから今当時とまたね今違うし、実際プリアウトのキャノンとねアンバラの RCA だからまた違うと思うんですけど、めっちゃ面白かったです。でもちょっとイメージは覆りましたね。もうちょっとマランツの方が硬いというかこうシャキシャキした明るい音そういうイメージありますよね。マランツってね。上の伸びとかすごかったですね。そうそれ聞いてみたいな。でもいつでもそしたら今度最上位機種2つ、いつでも聞き比べ来てくださいってデノンの人たち言ってくれたから、じゃあ行きましょうその時。ぜひぜひ。そしたら買い替えになっちゃうけど。だって一番目の機種いくら100？今130万。お疲れ様です。ちょっとした中古車より高い。軽自動車1台分ぐらい。99万円が130万円になりました。はい、この間。すごいな。買っといてよかったと思って。でもやっぱパーツがね高いって言ってた。もう今何作るにも。でも本当ね、さっきの皆さん本当ハードオフのスピーカーから始めてもいいんじゃないのって話じゃないですけど、本当別にねデノンさんのね一番小さいと安い機種とかでも、51とかからでも全然始められますよね。512が2出ますもんね。まずそこからだいぶ幸せですよね。幸せ。上に置いてみるっていうのがね大事です。スタンドとかね。そう。ちなみに360やるときボトムのスピーカーどうしたんですか？そういえば360は基本はヘッドホンベースでやっぱりやってうちで最後は古賀さんのところで詰めましたね。下はやっぱりね、下はねなかなか置けないですよ。この間長谷川さんはそのワイドが余るからワイドを下に置いてたって言ってた。なるほどね。914組んどけばここを下に置くと2が作れるって。なるほどね。確かにね。
まあやっぱり自分の作業部屋ってやっぱ楽器も結構多いんで、やっぱなかなかね鍵盤あるとねなかなかこう跳ね返りがねやっぱそこは作る重視なんで。でもやっぱ作るっていう意味ではあれですよね。これがなんかシンセとかねが音源もなんかそのうちもうちょっとこうサラウンド対応になっていくと面白いですけどね。多分実際出てますけどね、サラウンドのシンセ出ましたよね。多分サウンドパーティクのアトモスのねありますよね。シンセ出た。まだそこまでまだ数はないけど、サウンドパーティクルのやつは出ましたね。あれ試しました？そういえば。いや試してないですけど、まあいいんだろうなと思いますよ。そう。あれそんな高くないし、今度あれしときなんだレビュー書いてくればなんとかなるんじゃないか勝手にフォーミュラオーディオじゃあよろしくお願いします。サウンドパーティクの皆さん代理店の皆さん。でもそれ逆になんか僕も音はペアって鳴らしたんですけど、実際どこまで使えるか分かんない、じゃあさっき言ってたそのパッドあるじゃないですか。そうパッド追加しようって言ったやつ、じゃあそれでいいっすか？それでもいい、それでも全然いいと思いますよ。それでいいっすか？じゃあちょっとデモライセンスじゃあ来週の月曜にはやりたいんで、ちょっとデモライセンスくださいってちょっとそれでいいっすね。それいいな。それ僕も気になるからな。そしたらもう916でねわーってやれるから。なんならプリセットを使ってもいいですよって宣伝になるなとかっつって。確かにな。いいですね。あれすごい気になってるんですよ。確かに。でもちょうどいいタイミングですね。アトモスだしね。やっぱなんかパッドの音とか劇版だったらシンセのパッドの音とか、こう包まれてるような音を、やっぱり2ちゃんのパッドを広げるのとアップミックスするのと、それをいろいろこううまくねいろんな微調整しながら広げていくのとやっぱ全然違うし、それが最初からシンセの中で広げられるんだったらすごくいいですよね。いいっすよね。でもすごい技使ってましたね今日のミックスのデータ見て。俺ちょっと盗もうと思って。いやあれもいろいろいろんなこと試したんですよ。シンセのソフトごとにソフトの中で調節するとか、いろいろ試したんです。ディレイちょっとかけてみるとか。でもやっぱヘッドフォンとスピーカーの差が一番少なかったのはちょっとこうリバーブで少しにじませるとか、そういうのが一番あれだった。バスルーティンすげえなと。逆にもらった時に俺これどうしようと思って。いやでもこっからでもだから逆に崩せない部分もあって、崩してみて、なんかもっといい感じになるかなって全然ならなくて、もう小泉さんのそのままにしようってすごい。作曲は何でやってるんですか？ DAW はあれです。プロトゥールス。ずっとプロトゥールス。あと一部エイブルトンのライブっていうのを使いますけど、DAW はそうですね。プロトゥールス。そうか、プロトゥールスのセッションで来るから、もうミックスもめっちゃしやすくて、もうあれでできてるんですよ。たまに変なプラグインが入ってるからそれ買わなきゃいけないんですけど買わなきゃいけないんですけど、まあでも面白いなと思って、でいつもだからもうミックスしやすくて、エフェクトも EQ もある程度できてるから、僕はもうミックスはそんな全然楽ちんさせてもらってますけどね。いやもう作曲の本当ね、僕思うんですけど、持ち屋なんですよ。ミックスにはミキサーにはなりたいとは本当思わないんですよ。思わないですか？俺は思わない。なんかそのアレンジの延長で必要なことはすごいしたいんですよ。とかキックのバランスとかそういうのはもちろんしますよ。それミックスじゃないと思うんですよ。もはや作曲だけど、なんかその先のやっぱミックスエンジニアさんを超えることはないなと俺は思ってますけどね。プロデューサーミックス素晴らしい人いっぱいいますけどね。俺はそうだね。まあ生楽器取るとかはね、なんかあれなんですけど、ミックスはやっぱりそういや楽しいと思いますよ。俺もなんかギターとかなんかマイクのちょっと角度とか変えてみたから楽しいですよ。楽しいけどまあでもこれだったらなんか楽器買いたいなとか思うし、なんか逆にね、確かにね、そっちの方が。マスタリングはどうですか？マスタリングエンジニアを目指すっていうのは楽しいかもしれないです。ただそれは多分もう音楽を作曲することは諦めるんだったらいい。なんかあってあれ2ミックスのもうなんか美学じゃないですか。職人っていうか、2ミックスをどうにかするってすごい出来上がったものね。あれは面白いと思う。でも普段はやらないですか？やらないですね。そこでカンパケみたいな劇版のがしますよ。それはやっぱりいろんな大人の事情とかお金の事情でやるっていうのはありますよ。でもそれはまあ大体オゾンで自分で調整してって感じです。そんないろんなプラグインさせてとかやんないです。アナログ出してとかやんないですね。じゃあ逆に多分作家の人も見てるから、よく使うソフトシンセって何ですか？よく使うソフトシンセ。
ぱコンタクトとかシリーズ。ああ、コンタクト使いますよ。コンタクトいろんな音源入ってるし、コンタクト対応のストリングスとかはもう大体そうですね。はい。シンセはセーラム。これみんなセーラムだと思うけど、大体セーラムかな。生系のやつ。ドラムは？ドラムはね、いろいろだけど、まあ BFD とかかな。結局生ドラムですよね。生ドラム系。生ドラムって結局僕の場合割とやっぱ取り直すことが多いんで、そんなに生ドラムの音色をめちゃくちゃ死ぬほどこだわってもしょうがないっていうか、だから BFD とか軽めのやつでやって、めちゃこだわる時は BFD とかで作ったのにちょっとこうまたサンプル貼ってったりとかする。そうレイヤーの使い方めっちゃうまいからいっぱい貼ってある。そうもうとにかくサンプル命みたいな。ベースは低いでしょ、ギターも低いでしょ。ベース低い。ピアノの音源もこれも曲によって違うんですね。アイボリーがいい時もあるし、アイボリーってちょっとクラシックっぽい。あとスペクトラソニックのなんだっけ、キースケープがいい時もあるし、ピアノテックとか。ピアノテックはあんまり使わないですね。意外にって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、ネイティブインストゥルメンツの中に入ってるピアノの音源いくつかあるんですけど、ああいうの結構意外にいいですよ。いい時もあるし。あとはストリングスはね、スピットファイヤーかビエナインストゥルメンツ。ビエナインストゥルメンツの方がいい気もするけど、スピットファイヤーの方がなんか分かりやすい。あれも結局ジャンルによる使い分けですよね。そう、ジャンル、あと重ねる。2つをね。あとハリウッドなんとかってなんですけど、そこら辺も重ねたりとかしますね。あれはもう重ねていかに本物風にするかみたいな。ブラスも同じか。ブラスも同じですね。ほとんど。ハリウッドブラスとか軽いし、すごい分かりやすく使える。作曲してる時やっぱ軽くないとも一つ大事ですからね。そうなんですよ。後で差し替えることはあるけど、まず作曲してる段階に重いプラグインでアイディアを忘れちゃうのあれだから、まずパッと音が出て、そうなんですよ。いっぱい立ち上がるから。そう。ただフルオケみたいな曲はまずコンタクトとかに入ってるもう最軽のやつで、もうなんなら俺しか分かんない次元で打ち込んで、それをひたすらちまちまやっていく、後で直していく。もうストレスフルな。ギガスタジオとか昔ありましたからね。ストリングス音源の用の Mac があるとか、そういう劇版の人たちだね、そういう別マシンで動かさないと。でも今でもやりますよ、俺も。別マシンで動かす時もあります。それで同期してね。マジか。そう、Windows、あんま使いたくないけど Windows にと2つ同期して、そうやる時ありますよ。マジっすか。それでも本当にでも最近 Mac が結構どんどん本当にスペック上がってるから今そんなないけど、ちょっと前までは全然ありました。Mac と Windows とか別の Mac 同期して。そう言われると Mac はのスペック今どれくらいのものを作ってるんですか？ Mac のスペックそんな自慢するほどじゃない。多分インテルの最後の MacBook のプロのめっちゃ最強のやつ。16インチのかな。じゃあ一緒だ。僕も持ってて、でも結構熱やばくないですか？熱やばいですね。下にあれ引いてますよ。Amazon で下からふわってて。風がね、タッチバーがねまた熱くなるから、僕も上にヒートシンク、ライブレックの時にヒートシンクを置いて、下からも上からも当てて、この間なんとかスタジアムも乗り越えましたけど。そうするとアップルシリコンは本当ねファンうるさくなくていいですよ。じゃあちょっと今年なんなら買い替えようぐらいな感じです。ちょっと M4MAX ぐらいねいければね、いいですよね。Mac mini でもなんかすごそうだなと思って。Mac mini も結局熱が結構最後熱を出せないんですよね。ただこのサイズですからね。そうだから Mac Studio はまだ比較的で、Mac Pro と Mac Studio の違ってやっぱり熱のあれで、熱の換気というか、冷却機能の結果 CPU がちゃんと頑張ってくれるみたいなのはあるらしいですけどね。何が違うんですかって言われてもちろんスロットのねあれとかは違うけど、っていう話を聞いたらそりゃそうだよな。わー言い出しますからね、やってると。言いますね。だって今日のセッションも開かなかったですよ。一番重かったやつは開かなかった。開かなかった。自分が作ってる段階で開かなかったからイナクティブして
まあ5パートぐらいあったじゃないですか、5パートじゃ2パートぐらいイナクティブにしといて最初の3パートだけ詰めてまたイナクティブにしてとかやってましたで僕のところに送ってきたら普通に開いてるから開くんだ、さすがいいパソコンを開くなと思ってM2 ウルトラね。そう映像とか入っちゃうともうほんと開かない。でもこの間はそれこそ東映で、映画アドの映画仕上げてた時に、もうやっぱシリコンで仕込んでるじゃないですか、であっちインテルの、Mac Pro ですよ、それもフル盛りですよ、行ってパーン行って、開いた瞬間バーン行って再生してももうすぐ止まってで、重いプラグインちょっと検討っていうかそれは外して作業してたけど、もうこれはさすがにこれで4日間無理だと思って、ボイスはそんなないんですけど、でそしたらもう信頼してる東映の人たちが、違う部屋から持ってきた M2 のウルトラの Mac Pro を持ってきてくださりHDX を差し替え、ウェーブスを入れ動作チェックを僕が使うプラグインを入れ動作チェックをして、次の日から M2 ウルトラになりました。素晴らしい。もうなんというホスピタリティ、素晴らしい。でその次違う仕事で行った時に「皆さん今回はインテルで行けますか?」今回は劇版なんで大丈夫です」なるほどなるほどなるほど。素晴らしい。すいませんって、でも次からも持っていきますっつって。でも小仙さんと劇版やりたいなっていうのはちょっと僕のやりたいですよ、本当に夢なんです。アトモス劇版やりたいですよね。やりたいですね。アトモス劇版ね、まだ球数がそんなにね、日本的にはやっぱりね多くないからね。ネットフリックスさんよろしくお願いします。ぜひぜひいつでも。でもアニメ系はねやっぱ実写少ないからってこの間もね言ってましたけどね、アニメ系でも何でもいいですよね。なんかやりたいですね、アトモス。やっぱりスピーカーで聞いてほしいのもあるじゃないですか、アトモスって。なんかそのスピーカーがちゃんとフルで再現できるのってやっぱ映画だったりとか、そのアリソンカフェ、店舗のやつとかああいうのだと思うんで、ああいうとこに本当に生きてくると思うから、そういう企画ねもっと増えると楽しいですよね。ね、楽しいですよね。そう今もね楽しい仕事はしてるんですけど、誰もやったことない仕事なんで、結構魂僕より古仙さんの方がすり減ってるんですけど、僕はそんなにすり減ってないんですけど、そうだからいろいろ新しいことをね、ずっと一緒にやらせてもらってたんで、それはね今後もねそういう開拓していけたらいいなと思ってるんですけど、でも本当今日も疲れたんでこのままジュボーに行くのを楽しみ。ぜひぜひ行きましょう。楽しみ今日頑張りましたからね。本当そうですよ。早い時間に。本当そう。古仙さんを今日いたわろうと思って日本酒も好きですからね。日本酒本当大好き。日本酒好きだから、日本酒好きは大体仲良くなるっていうなんかあれありますけどね。そんな感じで。そんな感じですかね。ちょうど1時間ぐらい撮ったし。撮りました。ちょうど1時間撮ったし、いいんじゃないでしょうか。乾杯しに行きましょうか。皆さん乾杯って何がなんで今後ともよろしくお願いします。今日は出てくださいありがとうございました。ありがとうございました。